皆さんこんにちは、ミニマルです。人体をうまく描くのに避けては通れない人体解剖学。しかし、学とつくとなんか難しそう、見なかったふりをしたい、避けて通りたい、別に知らなくてもいいんじゃないとなっちゃう皆さんこんにちは。そんなあなたに人体解剖学をパーツごとに分けて簡単解説、コンパクトに短い動画にまとめてプレゼント、頭のてっぺんから足の先まで人体すべてを解説していきます。こちらのシリーズ動画で解剖学に興味を持って詳しいことが知りたい人はぜひいろんな本でさらに勉強してみてください。皆さんが解剖学に興味を持つきっかけとなり、さらなる絵の上達につながることができれば幸いです。それでは始まります。今回はお尻と足を簡単に学んでいこうと思います。まずは骨盤から足の骨を見ていきます。大腿骨、脛骨、腓骨、そして膝の骨の膝蓋骨があります。わかりやすいように少しフォルムを単純化してあります。この紫色に色が塗ってある部分はランドマークです。イラストを描く際に目印となる部分になります。大腿骨は骨盤のこの辺りからまず横に飛び出してから膝まで伸びています。この飛び出している部分が大天子と呼ばれる部分です。お尻の筋肉を覚えていくときに重要な場所になっています。膝から下は脛骨と外側の細い骨、腓骨でできています。くるぶしの高さは内側の方が高いです。膝の骨の膝蓋骨は膝の骨なので、大腿骨と脛骨の真ん中にあるようにイメージしてしまいますが、大腿骨寄りに位置しています。注意点として横から見ると膝から下は奥に位置しているということです。人間を横から見たときに頭部の中心線から垂直に線を下ろすと、このように膝から下の部分はこの垂直線よりも後ろ側にあるということになります。人体は S 字でバランスをとっているので、このように膝から下が後ろに配置されています。足の筋肉を詳しく見ていきます。骨盤は前回の動画と同様に四角く単純化しておきます。太ももは大腿四頭筋、そして内側の内転筋、お尻の筋肉として中殿筋、大殿筋、大腿筋膜腸筋も一緒に覚えておきます。内転筋と大腿四頭筋の間を通るように方向筋が脛骨にまでつながっています。背後から見ると太ももの裏側はこの緑色の部分、ハムストリングスと呼ばれる筋肉があります。ハムストリングスは厳密には大腿二頭筋、半腱葉筋、半膜葉筋という筋肉の総称ですが、一つのまとまりとして捉えておきます。大腿筋膜腸筋と大殿筋はこの大天子の周辺で長径靭帯となって太ももの外側を通って脛骨にまでつながっています。膝から下のすねの筋肉を見ていきます。まず前脛骨筋、脛骨の上部から斜めに流れて足の裏の親指に付着しています。その横に総四神筋が同じように斜めに流れて指先までつながっています。そして外側には腓骨筋、名前のごとく腓骨につながっている筋肉です。こちらもくるぶしの裏側を通って足の裏の親指と小指の付け根にまでつながっています。背後のふくらはぎも見ていきます。ふくらはぎの筋肉はこの青い腓腹筋とこの緑のヒラメ筋です。腓腹筋は途中からアキレス腱になってかかとまでつながっています。筋肉を覚えるときにはそのフォルムを単純化して頭に入れてしまいましょう。中殿筋、お尻の横の筋肉ですが、こちらは三角形のフォルムとして覚えることができます。この骨盤上部の腸骨梁から大腿骨の大天子にまでつながっています。大腿筋膜腸筋は骨盤の上部上前腸骨極から大天子周辺にまでつながっている長い楕円で表すことができます。この大天子周辺から長径靭帯に変化して脛骨にまでつながっています。お尻の大部分を占める大殿筋は後ろから見ると蝶のようなフォルムをしています。骨盤上部の腸骨と骨盤の真ん中にある仙骨からつながって大腿骨につながっています。太ももの大部分を占める大腿四頭筋ですが、こちらのフォルムは外側から内側へ流れるような円筒をイメージするといいと思います。横から見た筋肉の
図です。大腿筋膜腸筋と大臀筋が大天子周辺でこのオレンジ色の長径靭帯に変化して脛骨にまでつながっているということがわかります。長径靭帯の形は大天子をスパナで掴んだようなフォルムをイメージするといいです。この内側の内転筋は恥骨を頂点にした三角形で表すことができます。内転筋と大腿四頭筋の間を沿うようにこの青い方向筋が骨盤の上部上前腸骨極から脛骨にまでつながっています。方向筋は S 字のリボンのようなものをイメージするといいです。別の角度からも詳しく見ていきます。骨盤の回で解説したように骨盤には2つの出っ張りがあります。上部の上前腸骨極とその下の下前腸骨極です。この下の出っ張りからは大腿四頭筋がつながっていて、この上の出っ張りからは方向筋と大腿筋膜腸筋がつながっています。足を曲げたりした時に大腿四頭筋の付け根、下前腸骨極のあたりでズボンのシワなどができます。つまり足の付け根はこのズボンのシワができる下前腸骨極のあたりから足は始まっていると言えます。大腿四頭筋と方向筋、大腿筋膜腸筋の起始点の違いに注目したいです。大腿四頭筋の中では内側後筋と外側後筋の角度の違いにも注目します。内側後筋の方が膝に近くボリュームがあって内側に向けて角度がついています。横から見ると外側後筋がかなりボリュームがあることがわかります。筋肉のシェイプがわかるようにラッピングラインを描いてみると、このように大腿四頭筋が外側から内側へ流れていく形がよくわかります。足の背後の筋肉を見ていきます。太ももの後ろはハムストリングスと言いましたが、これは楕円形に足が2本生えているような形で表すことができます。この足は内側では脛骨、外側では腓骨につながっています。自分の膝の裏を触っても確認できる硬い腱がそれです。ふくらはぎの腓腹筋はこの2本の足の間、大腿骨から付着してかかとまでつながっています。またハムストリングスが脛骨と腓骨につながっているために、膝を曲げるとこのようにハムストリングスの付着点は変わらずに大腿骨のこの部分の厚みの分、膝周辺の足が太くなるのがわかります。足を曲げた時の絵を描く時に覚えておきたい部分です。膝下の筋肉もいろんな角度で見ていきます。ふくらはぎの大部分を占めるのは腓腹筋。内側の方がボリュームがあって角度が斜めになっています。ここは皆さんご存知のアキレス腱、かかとまでつながっています。腓腹筋の内部には脛骨と腓骨からつながっているヒラメ筋があります。陸上選手の足などを観察するとよく見えます。最初に見ていただいたこちらの図の方がヒラメ筋は分かりやすいですね。脛骨と腓骨からつながっています。そして膝下前面には3つの筋束があります。前脛骨筋、これは脛骨からつながってくるぶしの前を通り足の裏の親指の付け根につながっています。総四心筋、このオレンジ色の筋肉は前脛骨筋の隣にあり指先にまでつながっています。この紫色の腓骨筋は名前の通り腓骨につながっていてくるぶしの裏を通って足の裏の親指と小指の付け根につながっています。厳密には他にも筋肉がありますが、大まかなフォルムではこの3つになります。すねの内側は脛骨が筋肉に覆われていないのでぶつけると痛いです。前からも腓腹筋が見えます。お尻の筋肉もいろんな角度で見ていきます。大臀筋、中臀筋、大腿筋膜腸筋、この3つをひとまとめにして覚えたいですが、大臀筋は足を後ろに動かす働き、中臀筋は足を横に動かす働き、大腿筋膜腸筋は足を前に動かす働きと覚えると良いと思います。この3つの筋束が大天子周辺に収束して長径靭帯となり脛骨にまでつながっています。大臀筋は大腿骨の上部3分の1ぐらいの位置につながっています。このように足を持ち上げると大臀筋が大天子を覆うようになるようです。大臀筋、中臀筋、大腿筋膜腸筋が長径靭帯になり脛骨につながっています。中臀筋は長径靭帯から大天子につながっています。筋肉を覚えるにはいろんな角度で本やネットで検索した画像を模写してみたり、スポーツ選手やグラビアアイドルの写真の上から想像して筋肉を描いてみたりすると理解が深まると思います。
筋肉の付着点とフォルムを単純化して捉えて描いていくのが大事です。私もお尻の筋肉を勉強したので、実際に形を意識しながら描いてみました。胸郭と骨盤の簡略化した箱を描くとこうなります。大腿骨は骨盤から横に出て膝までつながっています。この大天使の位置は恥骨の高さと同じぐらいです。ここに筋肉を書き込んでいくと、中殿筋が骨盤の上から大天使にまでつながっていて、大殿筋が腸のようなフォルムで腸骨、仙骨から大腿骨につながっています。この角度だと前の大腿筋膜腸筋はあまり見えません。腸径靭帯が大殿筋と大腿筋膜腸筋からつながって太ももの外側を通って膝まで続いています。この辺りがハムストリングスで、この辺りが内転筋です。少し角度を変えてもう一つ書いてあります。女性の場合はお尻に脂肪がついているので、丸みをしっかり強調できると可愛いと思います。アスリート体型で締まった肉体を描きたい場合は別です。その場合は陸上選手や新体操の選手などを参考にするといいかと思います。以上です。今回の動画がお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょこっと人体解剖学はパーツごとにシリーズ化していきますので、その他の部位もよかったら見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。